人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事採用が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てしまう未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。1、はじめにスカイダイビング中に遭難する事象とは。スカイダイビングは自由に空を飛ぶというスリリングなアクティビティで多くの人々が楽しんでいます。しかし予想外のトラブルが発生した場合、ダイバーは瞬時に命を脅かされる状況に直面します。スカイダイビング中の遭難とは、降下中や着地後に予期せぬ問題が発生し、予定していた場所から外れたり装備が故障したりすることで安全に戻れなくなる状態を指します。スカイダイビング中の遭難は次のような状況で発生します。パラシュートの故障メインのパラシュートが開かない、または正しく展開されない場合、ダイバーは高度から落下し続けるため、緊急用パラシュートを迅速に展開しなければなりません。風の影響で着地地点から外れる風の強さや方向によって予定していた着地地点から大きく外れてしまい、救助が必要になることがあります。特に風が急に強まる高高度でのジャンプでは、風の影響が大きくなりコントロールを失う可能性が高くなります。着地後の困難着地地点が予期せぬ場所、密林、海、山岳地帯などである場合、ダイバーは遭難状態に置かれ、すぐに救助されない場合にサバイバル技術が必要です。高度や方向の認識ミス。ダイバーが高度や進行方向を誤り、地面に接近するタイミングを見誤ることで重大な事故やトラブルを引き起こすことがあります。これらの状況は経験豊富なダイバーでも遭遇する可能性があり、冷静な判断と適切な技術の使用が生死を分けることになります。2、スカイダイビング中の遭難事例。事例1、アメリカカリフォルニア州。2013年、カリフォルニアでスカイダイビング中に強風が発生し、風に流されて海に着水したダイバーが遭難しました。ダイバーは予定していた陸地から大きく外れてしまい、漂流状態に陥りました。彼はパラシュートを脱ぎ、浮かぶための装備を使用しながら海で約6時間漂流し、最終的に沿岸警備隊によって救助されました。このケースでは強風と水上着地に対処する技術が生還の鍵となりました。事例2、オーストラリアクイーンズランド州。2008年、オーストラリアでスカイダイビングを行っていた男性が緊急用パラシュートを展開するも不完全な状態で開いたため制御不能に陥りました。彼は木々に引っかかる形で無事に地上に降り立ちましたが、着地後は救助隊に連絡がつかず、密林で一晩を過ごすこととなりました。翌朝、救助隊が彼を発見しましたが、彼の冷静な対応とサバイバル技術が命を守りました。事例3、スイスアルプス。2016年、スイスアルプスでのスカイダイビング中、パラシュートが強風に流され、ダイバーが山岳地帯に着地しました。彼は高度計を見誤り、予定よりも高い地点でパラシュートを開いてしまい、風に流されてしまいました。山岳地帯での着地後、彼は寒さと疲労に苦しみながらも救助を待ち、約12時間後に発見されました。防寒具やサバイバル技術が重要な役割を果たしました。3、生き延びた人々のエピソード。1、エピソード1、20代男性遭難期間1時間。20代の男性がカナダでスカイダイビングを行っている際に風に流され、森の中に着地しました。彼はパラシュートを外して自力で脱出しようとしましたが、道に迷ってしまいました。
幸運にも彼は GPS 装置を持っていたため、1時間以内に自力で元の場所に戻ることができました。このケースでは GPS 装置の持参が生還の鍵となりました。2、エピソード2、30代女性遭難期間2時間。30代の女性がニュージーランドでスカイダイビング中にパラシュートの一部が故障し、不安定な状態で着地しました。着地した場所は山岳地帯であり、彼女はパラシュートに絡まって動けなくなりました。しかし、携帯電話で救助隊に連絡を取り、2時間後に無事救助されました。彼女は冷静に対応し、救助を待つ間、体温を保つために防寒具をしっかり着込んでいました。3、エピソード3、40代男性遭難期間4時間。40代の男性がアメリカでスカイダイビング中に強風に流され、予期せぬ場所に着地しました。彼はパラシュートを回収し、携帯電話が圏外であることに気づきましたが、4時間後に通りかかったハイカーに発見され、無事救助されました。彼は焦らずに安全な場所で待機していたことで、救助がスムーズに行われました。4、エピソード4、30代男性遭難期間8時間。30代の男性がオーストラリアの海岸線でスカイダイビング中に強風に流され、山岳地帯に着地しました。彼は無理に移動せず、安全な場所でパラシュートを利用して風を避けながら救助を待ちました。8時間後にヘリコプターによって救助されましたが、彼の冷静な判断が命を守る重要な要因となりました。5、エピソード5、50代男性遭難期間12時間。50代の男性がアメリカ・アリゾナ州でスカイダイビング中にパラシュートが強風に流され、砂漠に着地しました。彼は水分が限られていたため、体力を温存しながら救助を待ちました。12時間後に救助隊が彼を発見しましたが、体温と水分の管理が生存に重要な役割を果たしました。6、エピソード6、40代女性遭難期間24時間。40代の女性がスイスの山岳地帯でスカイダイビング中に風に流され、予定していた着地点から遠く離れた場所に着地しました。彼女は着地後すぐに救助隊に連絡が取れず、24時間を過ごしましたが、持参していた非常食と防寒具で体力を維持し、救助を待つことができました。7、エピソード7、30代男性遭難期間36時間。30代の男性が南米でスカイダイビング中に風に流され、ジャングルに着地しました。彼は迷子になり、36時間にわたりサバイバルを余儀なくされました。彼は水と食料を持っていなかったため、現地の植物を利用して水分を補給し、無事救助されました。4、事象を克服する技術と方法。1、パラシュートの緊急展開技術。メインのパラシュートが開かない、または不完全に展開した場合、緊急用パラシュートを迅速に展開する技術が必要です。時間を無駄にせず。1、パラシュートの緊急展開技術。メインのパラシュートが開かない、または不完全に展開した場合、すぐに予備の緊急用パラシュートを展開することが不可欠です。これは基本的なスカイダイビングの技術の一部ですが、冷静さが求められます。パラシュートの紐が絡まった場合や開かない場合、素早くメインパラシュートをカットし、予備を使用することで生還の確率が高まります。2、風の影響を最小限に抑える技術。スカイダイビング中、風の影響を受けて着地点がずれることがあります。ダイバーは風の強さや方向を判断し、降下中にパラシュートを操作することでコントロールを取り戻すことができます。風に流されてしまった場合でも、無理に逆らって移動しようとせず、風に沿って安全な着地を目指すことが大切です。特に山岳地帯や海岸付近でのスカイダイビングでは、風を読んで着地地点を調整する技術が必要です。3、正しい着地技術。スカイダイビング中に着地点が予定外の場所になることがあります。着地時には足を曲げて衝撃を和らげる技術が必要です。特に木の上や岩場、斜面などでの着地では、無理に着地しようとせず、
パラシュートを使ってスムーズに設置し、衝撃を最小限に抑えることが重要です。エピソード3の男性のように安全な着地技術が生死を分ける場合もあります。4. パラシュートの撤収と使用法。着地後パラシュートが風に煽られて体に巻きつくことを避けるため、すぐにパラシュートを外し安全に収納する技術が必要です。パラシュートは強風や悪天候時には暴風シェルターとして利用できるため、撤収後の使い方を知っておくことも役立ちます。エピソード4のようにパラシュートを使って風を避けることで救助を待つ際の体力消耗を防げます。5. 通信手段の確保。着地後、救助を呼ぶために通信手段を確保することが重要です。携帯電話の電波が届かない場所では GPS 付きの通信装置や衛星電話を活用することが考えられます。エピソード2やエピソード6のように、救助隊との迅速な連絡が迅速な救助につながります。携帯電話が使えない場合でも、ホイッスルや信号ミラーを使って視覚的、聴覚的に救助を求めることができます。6. 防寒対策。高度が高い場所や山岳地帯でスカイダイビングをする場合、着地後に寒さに耐える防寒対策が重要です。特に風が強く、気温が低い環境では低体温症のリスクが高まります。防寒具を着用するだけでなく、パラシュートを使ってシェルターを作るなどして寒さをしのぐ方法を学んでおくと有効です。エピソード6の女性は、防寒具の重要性を理解し、体力を維持しました。7. 水分と食料の確保。長時間の遭難に備えて、常に携行用の非常食と水を持参することが推奨されます。エピソード5では、水分が限られていたため、ダイバーは体力を温存しながら救助を待ちました。水分補給が不十分だと脱水症状に陥るため、特に暑い地域でのダイビングでは十分な水分が必要です。緊急時には自然環境から安全な水を確保する技術も役立ちます。8. 救助信号の発信。救助隊が見つけやすいように視覚的な信号を発信することが重要です。携帯可能な発煙筒や反射ミラー、ホイッスルなどを使用して救助を呼びます。エピソード3のように通信手段がない場合でも、視覚的または音によるシグナルが救助を引き寄せる手段となります。海上や密林で遭難した場合には、上空からも見つけやすい信号を発することが生存につながります。9. 体力の温存と待機行動。遭難した際には無理に移動せず、安全な場所で体力を温存して救助を待つことが重要です。体力を消耗してしまうと、脱水症状や低体温症にかかるリスクが高まります。エピソード5の男性やエピソード6の女性のように、長時間の遭難に備え、待機しながらできるだけ体力を維持することが生存の鍵です。10. 高地でのサバイバル技術。山岳地帯や高地での着地後、特に酸素が薄く寒冷な環境では高山病のリスクがあります。そのため、酸素濃度の管理や呼吸を深くゆっくりと行うことが重要です。また、急激な移動を避け、体力を温存しながら安全な場所で救助を待つことが大切です。エピソード3のような山岳地帯での遭難では、標高の高い場所では特に慎重な行動が求められます。11. 適切な装備とその使用方法。スカイダイビング中の遭難に備え、適切な装備を持参し、それを使いこなすことが求められます。例えば GPS 装置、非常食、防寒具、通信手段、救助シグナル装置などはサバイバルの必需品です。エピソード1の男性のように GPS 装置が命を救う手段となることもあるため、緊急時に対応できる装備を持ち、使用方法を理解しておくことが重要です。5. ユニークな提案。1. ポータブル GPS ビーコンの携帯。スカイダイビング中に遭難した際、自分の位置を特定するためにポータブル GPS ビーコンを持参することが効果的です。これにより、救助隊に自分の位置を知らせることができ、携
携帯電話の電波が届かない場所でも衛星を通じて救助要請を行うことが可能です。2、発光式パラシュート。パラシュートに発光機能を持たせることで、夜間や視界が悪い状況でも救助隊に自分の位置を知らせることができます。特に山岳地帯や森林での着地後は視覚的な目印が少ないため、発光式のパラシュートが役立ちます。3、エアバッグ付きサバイバルジャケット。着地時の衝撃を軽減するためにエアバッグ付きのサバイバルジャケットを使用することで緊急時の怪我を防ぐことができます。またこれにより着地後のサバイバル中でも体を保護することができ、安全性が高まります。6、励ましと具体的なアドバイス。スカイダイビング中の遭難は誰にとっても極めて恐怖を感じる状況ですが、冷静さを保つことが何よりも重要です。まずはパラシュートの展開がうまくいかない場合や着地が予定外の場所になった場合でも焦らずに状況を把握しましょう。体力を無駄に消耗せず、適切な場所で救助を待つことが生存への第一歩です。あなたはスカイダイビングの訓練や技術を持っています。それを信じてください。最も重要なのは冷静な行動です。救助は必ず来ます。ですから希望を持ち最善を尽くして生き延びましょう。空を飛ぶ自由を楽しんでください。困難な状況でも自分を信じて冷静に対応すれば必ず救助は来ます。空を舞う瞬間の冒険は素晴らしいものです。トラブルに遭遇した時でもあなたの持つ知識と経験が生き残る力となります。焦らず勇気を持って行動しましょう。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また次に紹介してほしいサバイバルの知識やこんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価、また実際にこの動画「人生はサバイバル」を見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。ではまた次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。